ございます。今日はですね、これです。34GTR です。珍しいですね、ヤシオファクトリーでは。多分シルビアに乗ってる人しか見てないと思うので、何をやってるか。34GTR にHKS のインテーク側のカムに、簡単に言えば NVCS シルビアの可変バルタイをくっつけると、HKS バルコンっていうのかな、バルブタイミングコントローラーとかっていうのかな。それで今だいたい取り付け完了しました。インガーエキゾースト側が256度のカムを変えてます。それでですね、バルブタイミングを今取り終わったんですけれども、油圧を、これがシルビアでいう NVCS のカムプリですね。でここに、これ今油圧を取り出したんですけれども、こういう形で油圧ソレノイドにオイルを回してあげて、これが動くと。そういうことによって、約20度ぐらい動くのかな。これも要するに13エンジンと14エンジンの違いは何が違うって言ったら、下のトルクが違うわけだから、それをこの RB26 の下のトルクのなさをこれで補って快適に走れると、そういう仕様の HKS のパーツです。これを今取り付け終わってコンピューターをセッティングすれば完了です。ヤシオファクトリーもこのぐらいの作業は RB でも簡単にできるようになりますということで、もうちょっと作業してみます。一生懸命ズームアップしてます。あんまズームアップすると揺れちゃうから。だってこれ iPhone の2倍の方が全然いいよ。それをズームで広げるより。画質がですか？なんつったってほら、あれがないから。手ぶれが iPhone は。
ちゃど田舎になんかポツンと、なんだろうこれって感じだね。看板かわいい。かわいいよねこれね。到着です。ああ、ここローダーを入れて中に入れられないぞ。あ、ブロックですね。ブロックなんだな。シルビオール。それは何度もある。到着。ご苦労様です。さあ寝るかな。おはようございます。ということで、広島県廿日市市、クリスっていうんだっけな、地名が、RIO リオに来てます。実はこの 34GTR、V カム入れてセッティングを取ろうと思ってたんですけれども、セッティング機材がなくなっちゃって、もうどうしようもないっていうことで、仲のいい大西さんのところで場所を借りてセッティングしようと思ってます。これがないんだよ、これが。たまに出るんで、出たらまたすぐ連絡しますんで、このチップは 33GTR ってこういうチップなんだよね。これはもうワンタイムチップっつって書き直しができない。一回書いたらもうそれで終わり、でこれをそこにマイコンを入れて終わりなんだけども、まあ、セッティングしてる最中何回かこう当然書き直しがあるわけだから、はいはいはい。それはこの窓付きの EC を使って、これだと紫外線で消せるわけ。あ、リセットできるわけですね。そうそう。だからこれで何回か書き直しして、でベストのセッティングにするってことですね。で最終的にこれで OK だよっていう時にこっちに書き直すわけ。ああ、最後はそれでフィニッシュする。最後はこれでフィニッシュする。ああ、そうじゃないとこれはもっと高いから。ああ、なるほど。そうもうだってほら書き直す必要がないわけだから、はいはいはい、これを最後に決まってる書き直してこあこで書いて入れるという、そういうシステムなんだけど、持ってたんだけど俺も全然やらないからこっちがなくなっちゃって、はい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 。ということで来ました。で33コンピューターにすることで、何がメリットかっていうと、34のコンピューターを使って窃盗団はイモビを殺して34のコンピューターを付け替えて泥棒をするっていうパターンなんだけど、33コンピューターにしてることによって34配線がもう変わっちゃうので、はいはいはい。34コンピューターで動かなくなっちゃうんだよ。あだからセキュリティにとってはすごく、そんなこと泥棒はわからないわけだあ、から、はいはいはい。すごく本当のセキュリティになる。へえ。さすがにそのエンジンかけないと盗めないじゃん。まあそうですね。だからそういった意味ではこうすることによって絶対盗まれない方向になるという。なるほど。まあチューニングもしながらそう盗難防止になるわけですね。一石二鳥とはこのことですね。
で今リオではその3号インジェクターじゃない3号コイルのアダプターだとかインジェクターのアダプターも作ってるんだよね。アダプターあります。オリジナルで作ってるんだよ。それ GTR 用ってことですか？そうこれがこれ純正これなんですよ。うんで長さを合わせるためにこういうふうに専用のスプレー。作ってるんだよ。どこが、あ、このケツの部分これですか？これアルミの部分こ待ってください、ピントがね。あ、分かった。れあ、このケツの部分ですね。そうくるっと回したら取れます。へこれをつけることによってこれこうほらストッパーでこういうのいろんなところから出てるんだけど結構ここは漏れたりとかいろいろするんだよ。危ないですもん。不具合があって危ないですもんね、それ。で大西さんのところのは誠に調子いいってことでうちも結構これ使ってやってるんで、だからそういう、でサンサーのコンピューターをただ付け替えただけでは動かない。加工したサンサーのコンピューターじゃないと動かないので、だから朝見たらコンピューターだけばらされてた34があって盗もうとしたんですけど諦めたんですよね。そうだね。あ、素晴らしいですね、それは。そうでしょ。こういうのをやってるんで結構関東とかも大西さん来てるよね。そうです。あ、関東のお客さんがですか？関東まで。あ、逆に出張してるってことですか？へえ。というかほらだから一人とか。はい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 。やっぱり GTR を乗ってる人にとってはこういう仕事はなかなかやるところが少ないので、でその大西さんと俺のつながりは唯一谷口信輝が俺にとってなんかいいことをしてくれたっていう谷口信輝が紹介した。ああ、そうなんですね。唯一だね。谷口信輝が俺に何かやってくれたことで一番唯一良かったことあとはなんか何もしてもらったことないの。俺がしてあげることばっかりで。何十年前ですね。 20? だいぶ経ちますね。ですよね。20年は楽に。ですよね。ええ、おかげさまで。これ一番最初に来たのさ、あれじゃない？韓国オートサロンの帰りに左ハンドルの180で来たのが最初でしょ。そう、240。240でね。大西さんメガネもかけてさらにこれでやってんの？メガネだったらいいですけど、近くで見るときはこっちでメガネ外して、これとこれだとさすがにでかくなりすぎるんで。だよね。こういう純正のコンピューター書き換えするところって少ないですよね。安くていいんですけどね、純正のコンピューターなかなか高性能で。俺もこのバキューム？えバキュームも俺10台ぐらい使ってるよ。いっぱい買いましたもん。もう吸わなくなるんですよね。結構吸わなくなるよね。やっぱり高温で引っ張るから無理があるんでしょうね。だってそのハンダなんてさ、一生もんだって言われたけど冗談じゃないよね。何回もなくなります。もう俺4ロールぐらい使ってるよ。一生もんだって言ってる人はそんなに月に何回もやってない人だよね。まあそうですよね。ジャンプしないと電源の入りが違うんで、そのままだとエンジンかかんないんですよね。最近はあんまシルビア来ないの？いや、今うち3台あります。1号ばっかり。でも GTR が多いですね。割合で言うと？もう圧倒的に多いですね。11ぐらい。またこの地域でさ、GTR ショップってのは意外と少ないんじゃないの？そうなんです。これとあとさっきの配線をひっくり返すので、
前の変換アダプターと同じことができちゃうんですね。その辺企業秘密ですよね。クラス線をひっくり返しちゃうからもうエンジンがかかんない。そうなんです。本当はこっちでクラス線ひっくり返すといいんですけど、んここをクロスさせないといけないんで大変なのと、うんそれをやっちゃうと34のコンピューターでかかかっちゃうからね、そういうことだよね。なのでこのジャンプとうんこのひっくり返しでうんもう書かなくなっちゃうので、そうだよねなるほどですね。そこ映せないですね。別に構いませんよ。でもここ見えちゃったら、ああそうか、そう盗む側からしたら、なるほどなって思いますよね。はい、それは多分見せない方がいいと思います。まずエンジンかかる適当なデータを入れて、さあ V カム全然違うな。あ、もうすでに変わってるんですか。もうすごいトルクだなこれ。もうここ全然違う。ここマジで全然違うよ。調子いいなこれ。ウイカムいいな。セッティングができないんですよね。できるよ。あれ何 V プロ？いや、ノーマルじゃなかったかな。ソンソンだってできるよ。あ、33ってできるんですか？できるよ。全然違うじゃん。気持ちがいいですね。気持ちいいよな。気持ちいいです。ここが SR みたいな感じ？中間がありますね。なんかもうRB26ってこの2000回転が下のもっさり感が大嫌いなんだけど、そうですよね。これはいいな。ここか？ここか？まっすぐって。ちょっと高速行きたいな。高速道路そっちなんですか？いや違うけど一回リオに帰って。ああ、なるほど。RB って本当にさセッティングが楽なんだよな。やっぱ日産が本気で作ったエンジンだから本当になんか個体差が少ない。精度がいいってことですよね。そうだから案外このデータを入れて次のデータ大体もう使ってるパーツが同じだったら、はい、ほとんど狂わないもん。だからみんなね勘違いしてんでシルビアなんかまあ簡単だろうって言うけどシルビアは大変なんだよ。なんていうのコストダウンしたエンジンじゃんあんなの。はい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 。レスポンスが違いますね。濃いな中間が。GTR と乗り心地いいっすね。34もいいねこれ。柔らかくはないけどちゃんと足動いてる感が、ね、しかも3233と違って椅子が疲れない。あ、この純正の椅子ですね。もう一
回ちょっと書き換えてもう一回行ってきたいな。この車いい車だな。いい車ですね。気持ちがいい。これはいい車だわ。これ2000万の価値あるわ。中間駅がねちょっとね濃かったからね、もう一回セッティング出します。で今度は荒出しができたのでちょっと高速道路で走ってみたいと思います。高速道路を走ると言ってもですよ、そんな300キロとか出しませんよ。法定速度ですから100キロまでです。確かにね、RB26 の下のもっさり感は3号エアフロと3号コイルと3号インジェクターでだいぶ解消されるんだよ。その辺薄くできるから、はいはい。 2000回転からのもっさり感とかっていうのは結構びっくりするぐらい速くなるのね。はい。要するに RB って5速ミッションだと100キロから加速しようとした時に、はい、シフトダウンしなきゃいけないんだよ。 NA みたいなもんなんだよ。はい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 。パワーバンドに入れないとってそう SR なんか6速のまんま100キロからビューってシフトダウンなんかしなくたって加速しちゃうじゃん。そうですね。全然加速しないんだけど、それが3号エアフロ、3号コイル、3号インジェクターにすると加速するようになる。で俺はほらそこまでしか知らないから、はいはいはい。今回のこの V カムっていうのをつけたのは初めてなんで。ああ、そうなんですね。初めて。いやこれはなんかもう異次元だなこれ。この V カムっていう商品って新しいんですか？昔からですか？前からある。昔からですね。ちょっと異次元の加速、中間域の中間っていうか低速域から中間がはいはいはい。なんかもう SR っぽいよね。ごめん。もうちょい先です。これはもうなんか乗りやすいし、ターボなんか変えてる場合じゃないでしょ。全然これで十分ですよね。十分だよ。そこの本当にね、街乗りがすげえわ。50キロ5速で走れるの。ノーマルで全然無理ですかね。絶対無理だね。まあ、4速やっとこ後ろ3速なんだよ。ほら1000回転からでも別にストレスないもん。はいはいはい。 1500ぐらいからだ。もうその分めちゃくちゃアクセル上げてるから全然上げてないですよ。上げてないからアクセル回路が全然わかんないですね。逆に燃費良くなったの。ああ、そうですね。回転低いところで走れるんですもんね。全然1500、2000回転でストレスないもん。今までじゃこんなこと絶対ないから、1ケースの宣伝になっちゃうけど、なんか馬力上げようとか考えるんだったら V カムつけた方がいいんじゃない？ああ、普段から便利だしってことですね。この街中実用トルクがこんだけ変わるんだったら、いくらだったか忘れちゃったけど、これは絶対買いだよね。 RB 乗ってる人は特に3233の人ね。ああ、特に3233なんですね。もちろん34も全然いいけど、てか34がこんないい車だとは思わなかった。あんまり34ってやることなかったんですか？触ること。うちはやっぱり3233が圧倒的に多かったね。あほら33はうちが俺んちが乗ってたから、俺があ、はい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 。だから結構来てたし、34の時にはもうほら GTR 離れちゃってたから。ああ、シルビア一本だったんですね。で33ってどっちかっていうとツアラーというか直線番長だったじゃん。はいはいはい。それこそ高速道路300キロとか全然余裕だったわけじゃん。はい。で
34になってからやっぱコーナリングマシンになったんだよ。はいはい。それは今別にコーナリングしてねえけど、はい分かる。ああ、これは曲がるだろうなって。そう分かる。フロントが粘ってるし、リアの挙動がちょっとね微妙にピーキーなんだよ。あこれはやっぱ曲がるんだなっていうのは俺には分かった。なるほど。そういうなんかこうインプレッションができちゃうチューナーってすごいね。まあ基本いじる人でもって乗る人じゃないですもんね、チューナーって本来は。そうね。両方いける二刀流なわけですからね。いや本当に 34GTR って俺サーキットで結構テクニカルの34でコース線とか走ったりもしてたんだけど、ああ、そうなんですか。走ってる。まあやっぱり曲がるなっていう印象はあったけど、は改めてこういうところ乗っただけでも感じるわ。い。その街中のちょっとワインディングっぽいところで。やっぱ早いな開くのが。スマートイートって結構遅いですよね。止まるまで開かない。この先合流があります。さあ加速してみましょう。おお早い。早っ早っ。いやー、気持ちがいいですね。ここから4000からの加速ね。はい。全然来ますね。すげえ速い。気持ちいいなこれ。気持ちいいですね。今6速2200回転ぐらいで100キロ、2300回転ぐらい。あれこっちのメーターだと91キロだな。こっちのメーターだと100キロ。91の方が正しいかもしれないですね。そうでこっから加速。ほら全然普通に加速するじゃん。もう全然スロットルガイド全開になってないですね。やってない？全然ですね。まあ全然正解になってないよね。軽く踏んでるだけですよね。めっちゃいいねこれ。いやショーファクトリーがさ RB26 触るなんてさ意外と珍しいというか、まあ、1年に1回とか2回しかやんないんだけどさ。レアですよね。でもまあやってないわけではないんだよ。はいはいやってないわけではないんだけど、でもこのなんていうの、ドリカムいいね。気持ちがいいですね。やっぱこういうのやってみないと分かんないからね。ああ、これはいい車ですね。GTR が欲しくなりますね。買えないけどね。買えないですね。全然買えないですね。絶対買えないよね。2000万だから。さあ今何時？5時？今4時40分ぐらいですね。まあ5時だね。無事にですね今日朝リオに9時に着いて、34GTR の、バルコンのセッティングを行いました。でもう終わったんでこれからはですね、俺は優しいから昨日から俺一睡もしてないんだけど、どうしても車谷があれ車谷に映る？映ってますか？どうしてもなんか原爆資料館見たいって言うんでね、もう本当もうホテル帰って寝たいんだけど付き合ってやるよもう。ありがとうございます。
both know that your hair out in the wind. Could prepare to divorce. Flame your light, take a smoke. Put your broken whip off, wayfarers on. Doesn't matter if the sun goes down. We'll still be up, still be up. Don't care about the place we found. We'll still be up, still be up. We're